こんにちは、ウォッチミックスです。今回は時計を組み立てる体験も楽しめるマイクロブランド DIY ウォッチクラブ様とコラボさせていただき、モーゼルスケルトンダイヤルドレスウォッチを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。この DIY ウォッチクラブという時計ブランドは、完成品の腕時計を買うのではなくて、自分の手でパーツを組み上げる、そのドキドキするような体験を楽しめるのが魅力の一つ。実際に組み立てを体験してみると、やっぱり時計の愛着違ってきますね。以前ダイバーズウォッチもレビューさせていただいたんですが、とてもかっこいい腕時計なので、ぜひ一度チェックしてみてください。今回レビューしていくモーゼルスケルトンダイヤルドレスウォッチは、クラシカルなドレススタイルにユニークなスケルトンダイヤルが合わさっていて、味わいのあるレトロモダンな雰囲気になっているのがとてもいいですね。ヴィンテージウォッチが好きな人も刺さるんじゃないでしょうか。今個性的なクラシカルテイストの腕時計を探しているっていう方は、ぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに、自分で腕時計を組み立てると聞いてやっぱり少し不安に思う方もいると思うんですが、この DIY ウォッチキットには時計のパーツだけではなくて、組み立てるのに必要な専用工具も一式揃っているので、初心者の方でも安心して楽しめるのがいいところ。その届いたボックス開けてみると、ムーブメントやケース、ストラップなどの時計パーツがきれいに入っていて、ワクワク感あります。さらに時計を組み立てる専用工具がずらっと入っているのを見ると、これはテンション上がると思います。まさに腕時計を趣味として楽しんでいる、その感じがたまらなくいいですね。ちなみになんですが、時計のパーツの中で小さくてなくしてしまいそうな自分芯、針については2セット入っているので、それも嬉しいところとなっています。時計の組み立てについてダイジェスト的に動画でご紹介していこうと思います。時計パーツ眺めてるだけでもテンション上がります。ちなみになんですが、ムーブメントについては完成品となっているので、機械式時計について専門的な知識がなくても動画ガイドを見ながら進めていただけるようになっています。ここは安心感高いですね。そしてケースの形状もクラシカルなスタイルになっていて、なかなかにかっこいい、仕上がりが楽しみ。そして時計用の専門工具なんですが、多種多様入っていて、ワクワク感伝わってきますね。また時計マニアな目線で見てもかなり品のいい時計工具となっています。そして時計に皮脂汚れをつけないような指サックつけて、ここからスタートとなります。ドキドキしますね。まずは時計のベゼル部分と文字盤部分、こちらをゴミを取ってムーブメントに固定していきます。ヴィンテージカーのようなブルーのツヤ感、これがなかなかにかっこいい。そして難所の針の取り付け、やっぱりここは以前やったとしてもドキドキするところでした。針をきれいに乗せて上からぐっと押さえつけて固定していきます。そして粉芯も同じようにぐっと合わせて、これで取り付け完了。簡単に言ってるんですけど、やっぱりドキドキするところ。そして最後リューズを差し込んでいきます。グイ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 といった感じで差し込んでいくと完成間近です。最後に裏蓋を取り付けとなっています。ここしっかりつけないと防水性落ちてしまうので、ここは注意が必要です。それにストラップをつけて完成となっています。もうドキドキワクワク体験でした。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。このモーゼルスケルトンダイヤルドレスウォッチには、このブルーダイヤル以外にシルバー、エメラルドグリーン、それにオールブラックなどカラバリがあるんですが、私は深みのある色合いがとても新鮮なブルーダイヤルをレビューすることにしました。どうでしょうか。まるで1960年代ぐらいのクラシックカーのようなツヤ感のあるブルー、なかなかいい雰囲気してますよね。このブルーの部分は縁に向かって緩やかにカーブしていて、その場の光加減や見る角度によって色味が変わったりツヤ感が変わることで、時計全体に奥行き感をうまく演出しています。それに合わせてこの立体のインデックスもカーブしていて、こだわり感も伝わってきました。そして文字盤の中央部分は大胆なスケルトンになっていて、これは面白いなってなりました。機械式時計の特徴でもある添付の動きがよく見えて、まさに精密な機械が時間を刻んでいる、その感じがストレートに伝わってくるんですよね。
このムーブメントについては細やかな装飾があるっていうわけではないんですが、だからこそ古めかしい機械式時計を楽しんでいる、そんな味わいも感じました。そして自分身はオーソドックスなペンシル針、至って普通なんですけどインデックスのデザインともうまく調和していて、うまい合わせ方ですね。文字盤のデザインとしてはスケルトンなんですけど、落ち着きがあっていい感じにまとめてあってシックでいい雰囲気あります。今の季節だったらリネンシャツにデニムとか大人カジュアルな服装に合わせてもとても良かったですね。そしてケースのフォルムはオーソドックスなんですけど、ラグの部分をクラシカルに見せていることで時計全体をぐっと高見えさせるポイントになっています。さらにベゼルをミラー、ミドルケースをヘアラインにしてあって素材感にコントラストをつけて時計全体に奥行き感を演出してある、この通好みな仕上げ方もうまいなって感じました。またラグの部分なんですが、手首の方向にぐっと曲げてあって腕の乗りも良くて着用感がとても良かった。これは腕の太い方でもつけ心地が良くて大満足できると思います。そして裏蓋もスケルトン、ゼンマイを巻き上げるローターの動きも面白いですね。ただ時計マニアな目線で厳しく見ると、ムーブメントを固定している白いパーツが見えないようにしてくれるとさらに印象が良くなったと思うところでした。時計全体のスタイルとしては1960年代頃のヴィンテージウォッチ、そんなイメージを伝えてきます。自信と分身だけのシンプルなデザインなんですけど、奥行き感のあるブルーのダイヤル、それにふっくらとしたドーム型のガラスが合わさってクラシカルさに優しさを感じさせる、そんな大人の雰囲気を持った腕時計に仕上がってますね。個人的にはツイードのジャケットに合わせたり上品なニットに合わせて楽しむのがいいんじゃないかなって思いました。このモーゼルスケルトンダイヤルドレスウォッチは写真で見るより実物は立体感がよく伝わってきて、クラシカルさと上質感を伝えてきます。褒めすぎかもしれないんだけど、この価格でこの個性的なヴィンテージデザインの腕時計、他を探してもなかなか見つけることができないと思います。気分を上げるヴィンテージスタイルの腕時計、刺さる方多いんじゃないでしょうか。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは機械式自動巻きですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、ミヨタの 82S0 搭載となっています。特にベーシックなキャリバーなのでここがすごいよっていうところはないんですが、定番のムーブメントっていうこともあって信頼性も高くて安心感あります。そして横幅小ぶりな 38.5 ミリ、腕にスッと収まるそのサイズ、やっぱり品よく見せてくれますね。また腕の乗りも良くて着用感良好でした。そしてガラスはハイドーム型の K1 クリスタルとなっています。ふっくらとしたドーム型になっていて、柔らかなその感じがとても素敵です。また傷がつきにくいのもいいところ。そして防水は3気圧防水となっています。ただし正しく組み立てられている場合になります。防水に関してはできれば5気圧防水だったらもっと安心感があってよかったなと思うところ。スペックについてはこの価格で味わいのある機械式時計が楽しめる、これだけでも満足感めちゃくちゃ高いんじゃないでしょうか。それにサイズ感も絶妙で腕に収まりが良くて見え方も着用感もすごく良かった。あえて気になるところを挙げるとやっぱり防水性能ですね。この日本の高温多湿な環境、それにゲリラ豪雨などを考えるとせめて5気圧防水だったらもっと安心感があって良かったなと思うところ。でも自分で腕時計を組み立てるその楽しさもあって価格以上の満足感があると言って間違いないですね。これは長く楽しめる一本となってくれると思います。今回は DIY ウォッチクラブ様とコラボさせていただき、モーゼルスケルトンダイヤルドレスウォッチを時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。今の時代は何でも簡単に手に入る、そんな時代なんですが、だからこそドキドキしながら自分で腕時計を組み立てる、その体験も新鮮でめちゃくちゃ楽しいと思います。ヴィンテージなスタイルに大胆なスケルトン、さらに機械式時計ってことで長く楽しめる、そんな一本になってくれると思うので、ドキッとした方はぜひ一度 DIY ウォッチクラブの公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。